はい、今回はトライダガー X を見た目重視で改造していきます。名前の通り真ん中がくびれた X 型のボディが特徴のフルカールミニ四駆シリーズの序盤に登場したマシンになります。特にフロント周りはセイバーより角のある箱型をしていて、丸いシルエットのスピンアックスとは対になる存在になってますね。僕はレッツエンドゴーが流行っていた時期にミニ四駆を作っていた世代ですが、このマシンが登場した頃はまだそこまでミニ四駆に触れていなかったので、実はトライダガー X を作るのは今回が初めてなんですね。なので楽しみもありつつ、それまでにこのマシンを自分が作るとしたらこういう風に手を加えたいっていう構想はなんとなくあったので、それを形にしていくことになります。とは言ってもそこまで手の込んだことはせずに、当時の懐かしい匂いを帯びたトライダガーに仕上がると思うので、今回も完成を楽しみに見てもらえたらと思います。作るっていう意味でこのマシンのいいところを言えば、その平面が多いデザインのおかげで肉抜きがしやすくて、なおかつフルカウルシリーズのマシンのほとんどは今はプレミアム版として販売されていて、そのプレミアム化の際に、ボディが ABS に変更されたものが多い中で、このトライダガー X は PS 素材のままプレミアム化しているので、当時と同じ感覚でそういう手を加えやすいのも長所ですね。もっとも肉抜きは訳あって今回前半分の天面をほどほどに開ける程度に抑えています。ボディのくびれているところが割としっかりとシャーシにフィットしているので、最初ローハイトタイヤでカウルなんかは結構ギリギリだなと思ったんですけど、意外と低くてボディのガタつきも少ない感じがしたので、特別ボディ全体で位置をずらすような工作はしていませんが、ウィングだけ少し低い位置に落としていますね。こんな感じでこのチャンネルではミニ四駆を90年代後半風に見た目重視で改造しています。ミニ四駆は走行させるだけではなくって見た目を楽しむコンクールデレガンスっていうイベントも定期的に開催されていて、タミヤさんのホームページや X でたくさんの作品が紹介されています。きっと自分好みのお気に入りの作品が見つかると思うので、ミニ四駆に興味を持ったという方はそちらもぜひ覗いてみてください。90年代後半というのは当時のコロコロコミックの作例を見ると、その90年代前半と後半で少し作風の毛色が違うんですよね。94年に始まったフルカウルミニ四駆は当初どちらかといえば実写のエッセンスを強めに落とし込んでいたり、コンセプトや走行のシチュエーションに特化した作例が多くて、それから徐々にマシンのデザインの変化やパーツの多様化で、この頃の尖った形に合ったドレスアップやパーツを持ったりして、現在のオンロードに特化した改造が多く紹介されるように変わってきています。調べると当時の作例も出てくるとは思うんですけど、こういう昔の改造カタログがあると、この頃とこの頃で明らかに改造の種類が違うよねっていうのが、比べてよくわかるんですね。そんなことで今回作るトライダガー X はフルカウルミニ四駆初期の頃のマシンですが、2年ぐらい時代を先取りした96、7年頃の仕様になります。シャーシが変わっていたり、一部現在のパーツも使いますが、だいたいサイクロンマグナムの発売前後ぐらいからミニ四駆に触れていた方には特に懐かしさを感じてもらえると思います。このチャンネルを見てくださっている皆さんの中にもパテを使って形を作ったりする方はいると思うんですが、今回そのパテ絡みで、失敗というか面倒ごとに見舞われたんですね。何があったかっていうと、僕の場合ラッカーパテだと埋めるのが大変そうで、かといってエポキシパテほど盛る必要がない場合に、引きが少なくて効果が早いポリエステルパテっていうものを時々使うんですけど、今回かなり久しぶりに道具箱から引っ張り出して使ってみたら、全然効果しなかったんですね。これなんで効果しなかったかっていうと、黄色い小さい方のチューブに入っているのが硬化剤なんですが、これが時間経過で劣化するそうなんですね。なので今これ一生懸命爪楊枝で塗っているんですけど、この1時間後ぐらいに硬化していないことに気づいて、このせっかく塗ったのを一度拭き取って新しい硬化剤で練り直して、再度塗り直しています。今はこういう隙間とかへこみを埋める手段ってたくさんあると思うので、このポリエステルパテが使われる機会ってだいぶ減ってきた気はしますが、もし使う場合その硬化剤の管理には注意っていうことと、
このタミヤさんのアフターサービスで硬化剤だけの取り扱いがあるところを見ると、長期間の保管が効かずに定期的な買い替えが必要なものとして、自分の工作に向いているかどうか、考えてみる必要はありそうですね。で、最終的にこの部分だけは艶消しで仕上げたいと思っています。このトライダガー X も後継のネオトライダガーみたいに、小径ホイールにホイールキャップを付けたいと思っていて、そのネオトライダガーのキットかエアロホイールキャップっていうパーツが以前にあったんですが、今どちらも持っていなかったので、まずはプラ板を使わずにミニ四駆のパーツで代用できるものがないか探してみたら、17mm のローラー用のスタビヘッド、少し緩いんですけど、形とサイズも良さそうだったので、これがホイールの中心に接するように軸の長さと太さを調整して、接着力強めの両面テープで付けてます。軸の真ん中はリアルミニ四駆シリーズのパーツが余っていたので、スタビヘッドに半分ぐらい埋まるように穴を少し削ってから差し込んでいます。ただこういうのって形がどうこうよりも、どうやって固定するかに工夫が必要な工作で、両面テープの場合だとホイールの中心やスポークが平らなほどテープの粘着が生きる分固定しやすくなりますね。
こういうカーブをきれいにカットするには、ナイフの刃がマットに食い込みすぎない程度の力加減で行うのがコツになります。それでさっきの肉抜きを控えめにした理由がこれですね。パッケージを見てもファイアパターンが映える車種だと思ったので、スペースを広く残したところにステッカーから写しています。メインカラーをガンメタルからシルバーに変えたのに合わせて、ファイアパターンも元の赤とオレンジの組み合わせから少し薄くオレンジと黄色に変えています。なので元のトライダガー X の特徴は残しつつ、全体は明るめな印象になると思います。